コロナ禍の時にステイホームやったやんか。前から看板作ろうと思ってこの木買っとったんよ。はいはい。でもう彫刻刀も買いに行って小学生の時以来彫刻刀で彫りました準備7割。お店始まったらもう営業が始まったら準備ができてからスムーズ。準備が大事、仕込みが大事よね。ちょっと独特のこの彼がうち100年間、まあ、今年で114年間 4代のひいおじいさんからずっと毎朝この焼き豚を作った煮汁がベースになってこの醤油だれっていうのがずっと作り続けてるね。まあ、これをこう後で見てもらうけども、煮焼きって言って大きな鍋でスコップで、まあ、焼き飯を仕込みます。一度にね大体このちっちゃい焼き飯ミニやったら80人前から100人前ぐらいの量を一度に仕込むから。これは焼き豚の刻んだものをかけまして、ほやほやよ。おいしい？これだけでいけますね。いけるやろ。当てでもよう売れるよ。よく買ってくれはる。もうビール飲みたいですね。いいよ、もうハイボールも合うよ。ハイボール入れようか？やばい入れようか？これがね、さっき言ってたあれです。これもね、昭和に普通のお玉を改造してシャワーのお玉になって2代目が発明一箇所にかかりにくいように。なるべくね、お米を潰さないように。やっぱりさっきも言ったように来てくれはるお客さんのもう8割9割がこれ焼き飯食べていただくからね、もう注文が通ってからよっこら醤油で焼き始めとったらもう提供が追いつかへんのよね。でも関西の人はせっかちやからね、そのせっかちなお客さんをどう満足してもらおうか。昔はね、これももうみんな手でやってたんやけど、今はね、こうやって機械の力も借りて、それでも自家製麺でやってますよ。卵と塩と小麦粉。これもね、この幅をだんだん最初は分厚いね、だんだん重ねて
細く細くしていって最後は麺の太さまでだんだんとこの肌ツヤがツルツルになっていくというかね、滑らかな舌触りになっていくために重ねては伸ばして重ねて、これしかしてへんからできるんよ。他のことは何にもできへんからね俺。それもやっぱりもうね、うちがひいおじいさんが商売始めた1912年っていうのはその製麺所とかもないし機械もない限られたもんだけやったから、もう欲しいものは自分で作るしかない時代やね。売ってないものが多いんで、今はねもう便利にどこの製麺所さんもいっぱいあって、こうやってやってくれああやってやってくれって言ったらもうどんな麺でも作ってくれるみたいやけど、まあうちはもうかたくなに自家製麺で。私のおじいさんの言葉、麺買うてきたらスープ屋やって看板にかけよう言われて、そうやな、確かにそうやと。中華そば屋と名乗りたいなら作ってこそやって、まあ頑張れっていう意味やったんやよね。で俺のひいおじいさんが神戸で、1912年20歳過ぎぐらいでね、仙台出身で東京を飛び越えて神戸まで来てるんですよ、ひいおじいさん。その時は東京の浅草に来来軒っていう日本で初めてのラーメン屋さんができて、中華そば屋さんができて、初代もそれ食べてるんですよ。でも衝撃を受けて、まあ、今でこそもうラーメン中華そばはもう世の中に当たり前のようにあるけれど、まあそれまでは昆布やカツオで出汁を取るっていうね、日本の文化、お蕎麦とかうどんがそうやったでしょ。動物の骨を炊いて、いわゆる豚骨鶏ガラを炊いてスープを取るなんていう、もう世の中にそういうものがなかった時やから、それ衝撃やったと思うよ。よいしょ。ね、こんなにかけるんかな思うけど、まあ後でぜひ召し上がってください。決して辛くはないよ。このやっぱりメリットは一度にいっぺんにこんだけの焼き飯を仕込むので、この焼き飯の味は全部同じやね。作る人によってのばらつきが出たりしないし、でも2代目の私のおじいさんがこれを考案して、鍋もいまだにこの鍋特注やし、下のこういう五徳っていうのも作ってもらわんとないからね、こういう既製品では売ってないわね。とんでもないことをやるって言い出したんやと思うよ。鍋だけ？鴨鍋、九条ネギとこのロース豚骨鶏ガラ野菜です。うちはね、ほんで豚骨をね割ったりしないよ。絶対割ったらあかん。あ、骨でダイヤ、割るなって。中国人も言うよ、割ったらあかん。
だんパラパラしてくるよ。米が踊ってるようにめっちゃくるよ。醤油だれを使った味付けなんで、焼き豚を作った時の煮汁が中に入ってて、うまみがもうずーっと凝縮されてるんで、普通のお醤油よりは角が取れて丸くなってる。やっぱりここで米が潰れないような地焼きのも意識してるしね、もっとそもそもお米がしっかりしてる農家さんのおかげよ。今でも多分神戸にあるお店ですよ。京華楼さんっていうお店の周さんっていうシェフと知り合って、で広東料理の製麺、足踏み製麺の方法と、中華そばを作るノウハウをそのシェフから教わったって言ってましたね。最初一緒にやったんですよ、その人と。神戸も外国人居留地で日本人で初めてのお店をやったってその当時聞いてますね。本当は外国人しか認められてなかった場所で、その周さんを引き抜いて一緒にやるっていう裏技を使ったみたいな。足踏み卵麺です。チラッと見したって半分。見ましたね。チラ見た。ハーフ麺。まだ次もかけてるよ。もう一回。2人。よいしょ。寝かす前のね、最終工程。やっぱりうちのねスープに負けない、今更何か変えましたっていうのももうお客さんも許さないやろうし、だからね何を目指してるかって言われたらね、俺自身が答えられへんねこれ。淡々とおじいちゃんを父親から受け継いだこの麺を毎日クオリティを落とさずに作り続けてる。うちの熟成だれのこんな大きいやつね、ひっくり返ってたらもうえらいことやってんけど、地震起きてすぐ来たら親父も駆けつけてきとって、でよかったよかったと、無事やった、タレが無事でよかった。でも親父もその時にね、冗談か本気か知らんけど、お前の代わりはおるけどタレの代わりはないからな、はは言ってたから、中国や思ったけど、今はわかるよ。俺の代わりはなんぼでもおる。いただきます。
いたっけやろ。はい、そうです。2番です。おそばりゃんが特大持ち帰りです。はい。しもたんちです。はーい。この波はそれからの人。あ、それからの人。小からはい。じゃあ3番のして。3番ちゃう。3番ちゃう。小からの人。はーい。小からの人の一点。はーい。で、おそば振っちゃうんだ。このやつ飯は何ですか。ちょっと待ってください。まだ入ってないんで。これ小です。ミニ。自分で作ってる森の形に合わせて設計されてます。何でもね、何でも作るよ。波のやつもちろん最後持ち帰りではめっちゃ多いよ。600グラム。ミニで280グラムぐらい。あとは100グラムずつ上がっていく。波は480、500弱。豚天ハーフ豚天5切れ。はい、豚天ハーフ追加です。そう、そのままもね、同じものです。あ、おられた。できました。スープよく入ってます。南焼き飯。おそばが4セット。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。踊るよ。
てます。続けて手伝い。特大焼き飯です。お母さんが大好き。ここね、唐揚げ作るので、これが小唐揚げです。8番と唐揚げ普通3370円です。お願いします。はい、ありがとう。来てください。ありがとうございます。いいから気をつけて。はい。いきます。美味しかったです、美味しかったです。中華そばとチャーハン、濃いそうやったけど別にそうでもなく、はい、多いっすよね。右ちっちゃいの頼んだけど多いっすよね。はい、もうお腹いっぱいやから。ね。19歳のアルバイトで入ったから34年かな。バブルが崩壊してリーマンショックとか大不況もあったし、まあでもまあ長いようで短いけどね。コロナ禍も大変やったよみんな。まあ日本全国やったけどね。阪神大震災の後も大変やったけど、でももう全部終わってるから、まあね、うちもありがたいことに本当4代やらしてもらってるけど、まあ、いろんな選択を右か左かの選択をね、先代から先々代からずっとやってきて、まあおかげさんでその右左の判断を間違えへんずに何百個の曲がり角をうまいこと曲がってくれて今があるんかな思ってね。もうこの超人気メニューでね、ホタテもサイドメニューでうちの一番出るメニューがこの豚天ハーフホタテだね。はい、豚天ハーフ。こっちが胸肉、もも肉、胸肉です。部位も選べるし、味も選べます。これがさっきの朝見てもらった100年置いたし熟成だれベースの蒸し鶏用にアレンジしたタレです。醤油だれ。こっちはバンバンジー。胸のバンバンジーソース。ももの醤油だれ。はい、蒸し鶏の C が上がりました。僕らはもう多分子供の時から。そうなんですよ。年に2、3回は必ず。年末は絶対に来て。はい。好きなメニューは焼き飯です。美味しいね、焼き飯美味しかった。味は濃いけどめっちゃ美味しいです。でももたれたりしないですね。濃いけど別に食べた後はすっきりする。太麺がすごい好きなので、はい。なんか麺にも味が染みてて食べ応えがある。でも昔から慣れた味やからたまに食べたくなる。はいよ、大そば。はい。ミニです。
仕事でなんか困ったな言って毎日同じことそれだけ考えとったらなんとかなるもんでそうそのたんびにうちのこのなんていうのお店の座右の銘でね、初心を大きく貫かんと考えます。まあ初心忘れるべからずやから、謙虚に物事考えたら大概解決すると思って、まあそんなこんなです。こんな麺も毎日言ってますよ。かわいい麺。まあ親子4代がもう中華そばと焼き飯だけ作ってきたから、まあ俺がここで値上げるわけもいかんし、細々としっかりとね、まあうちのことを好きや言ってくれるお客さんがね、いっぱいいてくれはるから、もうそれもすごい励みやしね。で全国に引っ越していったもともと関西尼崎に住んでたうちのお客さんが、うわ東京で食べれると思わへんかった言ってやっぱ喜んでくれはったら嬉しいから、まあそんなんで真空パックにしたり、品質をどうやって保ったまま届けたらええかとか、もっと美味しくならへんかとかね、まあ日々そんなんしてるから、まあしんどいことも辛いことも何にもないよ、もうこれしかできへんと思ってるから、このことだけは一生懸命にやりますというまあそんなんです。またよかったら来てください